皆さんおはようございます。とこママ情報局です。上高地2日目の朝を迎えました。今朝の5時です。かなり早起きをしました。はい、今日の目的地は、岳沢小屋というところなんですけれども、ここからだいたい3時間ぐらい歩いて、ちょっとね、登山をして、そしてね、その岳沢小屋というところに、登っていくという計画を立てています。その岳沢小屋からの眺望がねとってもいいということなので、なんとかね、今晴れてくれていて、今日の天気予報では午前中が勝負ということなので、もう早めに出て、その岳沢小屋へと向かっていこうと思います。はい、ではですね、もう早速ね出発していきたいと思います。で、泊まりました、この山荘にある程度荷物は置かせていただいて、でね、また降りてきてからピックアップをするということでね、割とちょっと、荷物減らして軽くなりましたので、なんとかね頑張って岳沢まで登っていければと思っているんですが、一応お手軽登山と言われてはいるんですけれども、標高でいうと600メートル以上やっぱり登るので、私にとってね600メートル登るって結構きついんですよね。先日のね立山も、そのぐらいは登ってると思うんですけれども、すごくきつかったので、今回はそれよりもね時間をかけてゆっくりと登っていくという感じなので、なんとかね楽しんでいければなと思っています。そしてね今梓川の方にね出てきたんですが、すごいやばい、すごい朝もや、焼け岳が焼けてますよ。まさにモルゲンロートです。見てください。朝もやの梓川、そして焼け岳の頂上付近がね朝日が当たって、あれねモルゲンロートって言うんですよ。オレンジに染まってます。綺麗。上高地で朝もやといえば大正池が有名ですが、雨上がりの晴れた早朝にはかっぱ橋付近でも朝もやが発生して幻想的な風景を楽しむことができます。早起きのご褒美ですね。かっぱ橋です。かっぱ橋の上から穂高連峰を見上げています。朝もや、今のところ晴れ渡っています。なんかもう雲が竜に見えますね。綺麗。とにかくどこを見ても綺麗なので、すぐ足を止めてね写真撮ったりしちゃうんで、なかなか前に進まないんですよね。でも、今日はねなんとか午前中のうちに降りていきたいので、サクサクと進んでいきたいと思います。昨日の夜かなり激しいね雷雨がありまして、まだねその雨で葉っぱが濡れていて、道もねでもね思ってたほどぬかるんでないですね。濡れてはいるんですけれども、全然ぐちょぐちょという感じではないです。幻想的すぎる。もやがかかっていて
朝日がもうすぐ穂高の山々を照らしそうですね。はい、ここで分岐です。ここからいよいよ岳沢の登山道に入っていきます。ここからちょっと不安なんですよね。先が暗い。怖いな。どこだ。ありました、ありました。はい、岳沢の登山口です。ここからいよいよ登りが始まります。頑張ります。ここから先は登山の装備が必要です。この岳沢小屋を目指します。登りだ。頑張ろう。しばらくはね、このうっそうとした山の中を進んでいきます。木々に覆われていてね、あんまり朝日が届かないので薄暗くて不安になります。道はね、岩が結構ゴロッとしていて、木の根っこと岩をこううまくその間を抜けていくという感じですかね。ところどころこのように木道があったりして、道はとても整備されています。登りはやっぱりきつい。でも途中には珍しい場所もあったりします。はい、岳沢小屋に行くまでの途中に一箇所ね、名所がありまして、風穴岳沢名所っていうところなんですけれども、こちらです。とりあえず一箇所目にたどり着きました。天然クーラー風穴ってあって、あの辺とか、あと足元にもね、こう穴が開いてるんですね、こんな風に。で、本当にここめっちゃひんやりした空気がふわーって流れてきてるんですよ。冷たい空気がこっちに吹いて出てきています。いや、まさに天然クーラーですね。地中には冬の間に形成された凍土があり、そこから吹き出る冷気が雪解けの6月から9月末頃まで登山者に涼を与えてくれます。綺麗。すごい開けた。見えた。山頂がすごい景色。これはすごい。岳沢随一の展望台、見晴台。見下ろせば上高地、見上げれば穂高の岸壁。白いゴロゴロした岩がまるで沢の流れのようです。登り始めて1時間半、やっと中間地点、標高1830メートルの地点にやってきました。
まだ半分ですって。あと1時間ちょっと頑張ります。はい、番号がねちゃんと振られてたんですね。番号がどんどん少なくなっていくみたい。ここからはね54321ってなっていくみたいです。半分か。まだまだだな。またね樹林帯に入ってきまして、ずっとゆるゆると登ってます。すごい。上高地のホテルとかも見える。そこからここまで上がってきたんだ。そして穂高の山々。頑張ろう。1960メートルまで来ました。いや、もうちょっとなんじゃない。しかもすごい石段になってて登りやすい。2番2030メートル2000メートル超えました。やった。今降りてきた方に竹さんはもう少しですよって励ましてもらいました。じゃあもうちょっと頑張ります。いやーすごいな。奥方から降りてきたっていう女性の方。私行ける日が来るんだろうか。憧れの穂高の山頂に立つお社にいつか参拝したいな。よいしょ。ここは岩の沢をトラバースしていきます。迫り来る山々の迫力がすごいです。ここまで来たら目的地の小屋まであと少しです。見えた。小屋が見えました。人の話し声も聞こえてくる。着いた。よいしょ。竹沢小屋到着しました。すごい。めっちゃ明るい。太陽が。ここが竹沢小屋。すごい。上高地から前穂高岳へ登る登山道にある山小屋竹沢小屋。ここにはかつて山小屋の竹沢ヒュッテがありましたが、平成18年の大規模な雪崩で建物が全壊、しばらく営業を休止、そして廃業となっていました。しかし穂高を目指す登山者にとってそれは大変な痛手でした。そのため槍ヶ岳観光が小屋を再建することを決定。2010年営業が再開されたのです。雪崩から4年半、生まれ変わった竹沢小屋はとても綺麗で、私のようにここを目指す日帰りハイカーも増えました。そしてなんとここは雪崩の経験を生かして冬の間は取り壊すんだそうです。そしてシーズンが始まるとまた建てるという、小屋を運営管理する方々には本当に頭が下がります。
今回はそんな岳沢小屋を一目見て、これからもここにずっとあってほしい、そんな思いで登ってきました。そしてここからの眺望がすごいです。おおおお、岳沢テラス2170メートル。眼下には上高地、遠くには乗鞍岳も見渡せる疲れも吹き飛ぶ絶景。大展望のテラス。このテラスで食べたい一押しスイーツがあるんです。今シーズンから登場したアイスチーズタルト。岳沢小屋の名物はティラミスが有名なのですが、せっかくなので新作をいただくことに。紅茶やコーヒー、ココアなどのセルフコーナーもあり、300円で好きなドリンクもいただくことができます。これも嬉しいですね。アイスチーズタルトは欲張って2個。この景色にとてもマッチしていますね。それではいただきます。凍ったチーズクリームがシャリッとしていてひんやりおいしい。マスカルポーネチーズがさっぱりしていて、登山で疲れた心と体に染みます。パイもホームメイドの味わいでさっくりしていて最高においしいです。この景色と味は一生忘れられない思い出になりました。思い出をもう一つ、岳沢小屋のかわいいバッジも購入。いつか穂高の山を目指せる日が来て、この小屋にまた来れますように。今度はティラミスを食べてみたいな。はい、岳沢小屋で、ゆっくりすることができました。素晴らしい眺め。いやー、青空、天気も最高で暑いぐらいです。名残惜しいですけれども、岳沢小屋を後にして下山します。いや、やっぱり降りるにつれ暑い。よいしょ。山の上やっぱり涼しいですね。いやー、どんどん暑くなってきます。これね、上高地も相当暑そうですね。いやー、天気もいいから日差しもねガンガン照りつけて暑い暑い。登山口まで戻ってきました。はい、9時、10時45分に、下山しました。岳沢小屋を8時45分ぐらいに出たので、2時間ぐらいで降りてこれました。結構ね、長かったですけれども、あんまり休みを入れなくても、だらだらと下ってくる感じで、足には来てますけれどもね、順調に降りてこれました。じゃあこれから岳沢湿原を通って、荷物を預けている山荘の方に向かいます。今岳沢から降りてきたばっかりなんですけれども、本当にお天気に恵まれて素晴らしい眺め楽しむことができました。い
いやー暑いぐらいですね。やっぱり上高地の今かっぱ橋のところまで戻ってきたところなんですけれども、もう降りてきてすぐに岳沢の涼しさが恋しいです。はい、そんな感じで上高地編ね、2回に分けてと思ってたんですが、ちょっとやっぱり2回でも収まりきらない感じなので、3回に分けてお送りすることになりそうですね。今回の動画はここまでで、次回の動画ではですね、今日この後、さらにもう1泊します。今日はですね、上高地さらにですね徳沢というところまで行きまして、そこで1泊します。このかっぱ橋から徳沢までは歩いて2時間ぐらいかかります。結構ね長い道のりなんで、その道中の様子、それからね徳沢にはとっても素敵な、宿泊施設、徳沢園とか徳沢ロッジっていうのがあるんですけれども、そのあたりのねご紹介、今日はね徳沢ロッジっていうところに泊まるんですけれども、次回の動画ではその徳沢ロッジに泊まっている時の様子などもお送りできればと思います。というわけで、上高地で大人気の徳沢ロッジで一人旅ならではの優雅な滞在の様子、徳沢まで来ないと見られない雄大な景色などをお届けします。どうぞお楽しみに。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。